今日は長芋のしそ巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、長芋のしそ巻きを作っていきたいと思います。長芋を切って大葉を巻いて、あとは焼くだけなのですごく簡単です。味付けに関しましては今回甘辛風に仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。長芋、大葉、お醤油、オイスターソース、みりん、お酒、お砂糖、白ごま、片栗粉、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まず長芋なんですが、今ね結構大きめで用意してるんですが、長芋はだいたい6センチ前後ぐらいを用意するようにしてください。そして味付けのポイントです。今回は甘辛味にしていくんですが、隠し味でオイスターソースを加えていきます。そうすることで旨味が出てとても美味しい仕上がりになります。お砂糖に関しましては今回きび砂糖を使ってコクをつけていきますが、こちらは上白糖を使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに大葉の準備をしてください。大葉はですね、水洗いしてきちんと水分を拭き取りましょう。そしたらね、茎の部分を切り落とします。切り落としたら中心を合わせて、そして縦半分に切ります。大葉はこのように半分に切っておいてください。それでは続いて長芋です。こちらはね、まず皮を剥きましょう。結構ね、ツルツル滑るので手を怪我しないようにだけ注意してください。このように皮を剥いたら、だいたい厚みが1センチぐらいになるように切っていきます。押さえるときは素手でね、触るとツルッとしやすいので、こういったペーパーでね、押さえていただくといいかなと思います。では切っていきます。はい、このように6枚に切ってください。そしたらこちらを半分に切ってください。こんな感じです。残りもね、同じように切っていきましょう。はい、OK です。長芋はこのように切ってください。今回はね、太めのものを使ってるので半月切りにしてますが、細いものはね、丸くスライスした状態で作っていただいても OK です。その場合はね、12枚スライスしてください。そしたら長芋に片栗粉をまぶしていきます。両面にね、まぶしましょう。そうすることで大葉との密着が良くなります。裏返して片面も片栗粉をまぶします。はい、OK です。そしたらですね、こちらの長芋に大葉を巻きつけていきます。くるっと巻きつけましょう。こんな感じです。このように巻きつけていきます。それではね、残りも同じように巻きつけていきます。こんな感じ。はい、このようにね、長芋に大葉を巻きつけてください。そうしましたら焼く前に調味料を合わせておきます。まずお醤油、そしてオイスターソース、みりん、お酒、お砂糖、これでよく混ぜましょう。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまできちんと混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。それでは今から焼いていきます。それではフライパンを用意してください。まず油を引きます。火にかけてフライパン全体にね、油を回してください。全体に油が回ったら、こちら長芋を置いていきます。長芋はですね、この大葉と大葉のくっついてる方ですね、表じゃなくて裏側から焼いていきます。やけどしないようにね、置いていってください。はい、そしてこのままですね、焼き色がつくまでまず焼いていきます。火加減はそのまま中火で OK です。はい、今ねちょうど2分半ほど経ちました。焼き色を見ていい感じに焼き色がついてたら裏返してください。軽く焼き色がつくぐらいで OK です。片面もね軽く焼き色がつくまで焼きましょう。はい、で片面も焼き色が軽くついたらもう一度裏返してください。トータルでだいたい4分ぐらいですね、焼いていただくといいかなと思います。はい、こんな感じです。そしたらここに作っておいたタレを回しかけます。
はね白ごまです。これでねタレを煮絡めていきます。少しとろみがつくぐらいまでですね煮絡めてください。この時にあんまりね裏返したりしてると大葉が剥がれやすくなるので、このようにフライパンを揺すりながら、あとはですねタレをすくって長芋の上にねかけてください。ちょっとねフライパンを斜めにしていただくとやりやすいと思います。はい、 OK です。これでねタレにちょっととろみついたの分かりますかね。このぐらいになれば OK です。このようにねとても美味しそうに仕上がりました。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで長芋のしそ巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねとても美味しそうな仕上がりになってます。ご飯のおかず、あとはお弁当のおかずにもぴったりだと思います。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。長芋がシャキシャキですごく美味しいです。そしてこの味付けもオイスターソースの旨味が効いててすごく美味しいです。大葉がすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の長芋のしそ巻きのポイントです。まず長芋なんですが、皮を剥いて厚みがだいたい1センチぐらいになるように切ってください。この時ですね、素手で長芋を押さえるとつるっと滑りやすいので、ペーパーで押さえてみてください。そうすると滑りにくくなります。ただですね、滑る場合もありますので、手を怪我しないようにだけ注意して切るようにしてください。そして今回私が使ったのはね、太めの長芋だったので半分に切りましたが、細めのものに関しましては丸々1枚で焼いていただいても OK です。丸々1枚で焼くときはですね、大葉がもし小さい場合は1枚貼り付けていただいてもいいかなと思います。こちらは大きさに合わせて調整してみてください。そして長芋を切り終わったら表面に片栗粉をまぶしてください。そうすることで大葉との密着が良くなります。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、巻き始めと巻き終わりが重なってる方を下にして、そして焼き始めるようにしてください。そして軽く焼き色がついたら裏返して片面も軽く焼き色がつくまで焼いてみてください。あとは合わせておいたタレを回しかけて、そして白ごまを加えてタレにね少しとろみがつくまで焼いてください。この時ねあんまり裏返しすぎると大葉が剥がれやすくなるので、フライパンを揺するかまたはスプーンでねタレをかけるようにしてください。あまり煮詰めすぎるとしょっぱくなるので注意していただけたらと思います。こちらのタレに関しましては使う前に必ずしっかり混ぜておいてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は長芋のしそ巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。